地もぐり豆。かずお、ほらまた貯金だよ。買い物から帰ってきたおばあさんはニコニコしながら10円玉を2つ財布から取り出しました。かずおはその10円玉をすぐ茶ダンスの上の貯金箱に入れました。チリン、カチン。おばあさんはその音が楽しくてもういっぺんにっこりです。かずおはもちろんその音が好きです。貯金はこうしてチリンカチンと音がするたびに増えていくのですから。さて貯金箱にお金を入れたかずおがそのまま表に遊びに行こうとしますと、おばあさんは急いで買い物かごからお菓子の袋を出して「かずおの好きなクリームパンだよ。食べないかい？」けれどかずおは「後で」と言いながら運動靴をつっかけて走り出しました。きっとまた野球の真似なんだね。じゃあ帰ってから食べるといいよ。お腹がすくと一層おいしいだろうからね。おばあさんは一人で笑ったりしゃべったり、そしてパンの袋を茶ダンスの中にしまい込みながらふと考えました。貯金は1000円くらい貯まったかな。ところでこの貯金箱はかずおが縁日で買ってきたおもちゃの金庫で、その天井に細長い穴があります。そして一旦この穴から滑り込ませたお金は鍵でドアを開けなければ出せない仕掛けになっています。おばあさんはこのおもちゃの金庫が気に入ってそれを買ってきたかずおに約束しました。かずお、おばあさんは10円と5円の固いお金はみんなこの金庫に入れてかずおの貯金にしてあげる。かずおはこの金庫がいっぱいになったら鍵でドアを開けてお金を出してそれで何でも好きなものを買っていいよ。かずおはうれしくてわーっと叫びました。そばからお父さんもそれは素敵だと言いましたが、でもこの金庫をいっぱいにするのはちょっとかかるな。するとお母さんもこれでも3000円くらいは入るでしょうからねと少し首をかしげて言いました。お母さんもやっぱりこの金庫をいっぱいにするのはなかなか大変だと思っていたのです。けれどもかずおは「僕いつまでかかってもいい。そのうちにきっといっぱいになる」と元気に言いました。おばあさんはかずおの言葉をとても喜んで「そうともそうとも、これはすぐいっぱいになるよ」。そして財布にあった10円と5円をみんな金庫に入れました。それから3ヶ月余り経ちました。その間には貯金のない日もありましたが、それでももう1000円くらいは貯まっているはずです。そこでおばあさんはつと手を伸ばして金庫を取り上げてみました。ところが、おや？金庫はそんなに重くありません。おばあさんはしばらく不思議そうに金庫を眺めていましたが、やがて鍵を使ってドアを開けました。ザラ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 。
おばあさんの膝にこぼれたのは10円5円取り混ぜて245円です。まあ驚いた。じゃあ後のお金は誰かが出したことになるけど、まさか和夫の貯金を家の者が黙って出して使うはずはないし、おばあさんは本当に困りました。どうして1,000円以上貯まっているはずのお金が245円しかないのか、おばあさんには判断がつきません。おばあさんはその245円を金庫に入れると、また元通り茶箪笥の上に乗せました。和夫がそっと茶の間に入ってきたのはそれから間もなくのことでした。和夫、ボール投げ面白かったかい？面白くなかったよ。まさか友達と喧嘩したんじゃないだろうね。喧嘩なんかしないよ。そんならさっきのクリームパンでもお上がり。おばあさんは早速パンの袋を取り出しました。けれども和夫はまたしても後でと言って手を出そうとしません。ああ、そうだ、和夫、大変なことがあるんだよ。ほら。おばあさんはしょげている和夫の気持ちを引き立てようと、わざと大げさに金庫を取り上げて、この中のお金がうんと減ってるんだよ。もしかしたらお父さんがお小遣いにしたのかもしれないね。もしそうだったらどっさり利子をつけて返してくれるように今晩おばあさんが話をするよ。でもおばあさんはどうしてそのお金が減ったのが分かったの？それはね、もうずいぶん重いだろうと思って手に取ってみたのに、嫌に軽かったから鍵で開けてみたのさ。それ僕使っちゃったんだよ。え？おばあさんは自分の耳を疑いました。おばあさんにはどうしても和夫が黙って金庫からお金を出したとは思えません。けれども和夫はまたはっきりと言いました。そのお金は僕が使ったんだよ。まあ、おばあさんは少し呆れて、そんなに買いたいものがあるならちゃんとお母さんに言ってお金をもらえばよかったのに、黙って貯金を持ち出すのはいけないよ。だからもう持ち出さないよ。じゃあ正直に言ってごらん。今まで持ち出したお金で和夫は何を買ったの？和夫は答える代わりにわーんと泣きました。おばあさんはいよいよ呆れて、正直に言えば決して怒らないのにね。言わなければお父さんとお母さんに言いつけるよ。それでも和夫は泣くばかりです。その夜、おばあさんは和夫が寝てから和夫が金庫のお金を持ち出したことをそっとお父さんとお母さんに話しました。お母さんは、これからみんなで気をつけることにしましょう。もしかしたら和夫はいじめっ子に言われて仕方なしにお金を持ち出していたのかもしれません。と心配そうに言いました。けれどお父さんは、なあに、大丈夫だ。和夫が自分でそのお金は僕が使ったとはっきり言ったそうだが、それは和夫がいじめっ子に言われて持ち出したのではない証拠だよ。もしいじめっ子に言われて持ち出したのなら、どこまでも僕は知らないと嘘をつくよ。それに
あの貯金はもともとカズオのものという約束だったんだからな。カズオがいっぱいになるのが待ちきれなくて途中で使ってもいいじゃないか。きっとカズオにしてみればあのお金はとってもいいことに使ったつもりなんだろうよ。そしてお父さんははははと大きな声で笑いました。カズオは布団の中で眠ったふりをしながらそれまでじっと聞き耳を立てていましたが、お父さんが笑うのと一緒に自分でもクスクス笑いました。そして明日からもう絶対お金は持ち出さないよと独り言を言いました。これは3年前のことで、カズオはその時小学3年生でした。茶ダンスの上の金庫はこの3年間に5回ドアを開けました。そしてもう6回目が間もなく開きそうです。今ではおばあさんもすっかり安心して金庫の重さを測ってみようなどと思ったことがありません。そしておばあさんはカズオが中学生になったら50円の硬貨もこの金庫に入れることにしてカズオの貯金をうんと増やすのだと楽しみにしています。お父さんもお母さんもこれに賛成で、自分たちも買い物の釣りに50円硬貨をもらったらきっとこの金庫に入れるというのです。高校3年の姉の雅子はそれを聞いて、50円玉でいっぱいになったら私も半分もらってもいいわ。5円や10円では重いばかりで嫌だけど。と澄ました顔で言いましたが、本当に50円硬貨が入るようになればこの金庫もずっと魅力的になることでしょう。ところで6回目のドアをいよいよ開けるというその日、カズオが学校から帰ってみますと、お母さんが待ちかねたように言いました。カズオに小包が来ましたよ。とっても大きな小包よ。どこから？千葉県の山武郡。誰だろう。中川真一さん。あ、中川か。瞬間、カズオの目はキラッと光りました。お友達なの？うん、中川くんはずっと前からの友達だよ。じゃあ千葉県の方へお引っ越しになったのね。うん、そうだよ。それでその小包どこにあるの？茶の間よ。カズオはカバンを抱えたまま茶の間に飛び込みました。本当に大きな小包でした。けれどもその割に軽く少しガサガサしています。あ、落花生だ。カズオはそうつぶやくと一緒に笑い崩れました。カズオには筆太な中川真一という差出人の名前がそのまま中川くんの顔に見えたのです。お母さん、手紙はないの？ええ、小包だけよ。きっと何かの都合で手紙が後になったんでしょうよ。じゃあ手紙が来てからこれを開けようね。そう、落花生ならいつまで置いても腐る心配はないからね。でもお母さん、そんなにいつまでも待たなくてもきっと明日あたり手紙が来るよ。カズオはまたじっと差出人の名前を見ました。今度は中川くんの顔がにっこり笑って見えました。カズオはまるで中川くんの肩でも叩くようにポンと小包を叩いて、おい中川くん、早く手紙をよこせよ。さもないとせっかくの落花生が食えないよ。と言いました。まあ、カズオったら。でもお手紙が来ないと
本当になんだか少し心配ね。お母さんも言いながらそっと小包を触りました。ところが中川くんの手紙はその日の夕方配達されました。あ、よかった。これで中川くんの送ってくれた落花生は今夜みんなで食える。和夫はふざけた調子で言いましたが、実は和夫の胸は涙でいっぱいでした。お母さんは封を切って手紙を読み始めた和夫の顔色をじっと横から覗きました。お母さんには和夫の様子がいつもと違っているのがはっきりと分かったのです。やがて和夫が読み終わるのを待ってお母さんも素早く便箋に目を走らせました。下田和夫くん、長い間ご無沙汰していてすみません。あんなにお世話になったのに、これまで一遍もお礼の手紙も出さず、僕は本当に悪かったと思います。でも下田くんは僕のことをちっとも怒っていないでしょう。だって君は誰にも怒ったことはないものね。本当を言うと僕は東京にいた時のことは大方忘れてしまっていました。父が死んでその後とても困って学校へ弁当を持っていけなかったことも忘れかけようとしていました。ところが下田くん、僕は今日ふとあの時僕に弁当のパンを買ってくれたりクレヨンを買ってくれた君のことを思い出したのです。あの時僕たちは小学3年生で、君はお金持ちの家の子だから僕に何でも買ってくれるんだと平気でいましたが、今になって考えると君は僕に親切にしてくれるためにやっぱりいろいろ困ったこともあったのじゃないかと思います。それで母にもあの時のことを初めてすっかり打ち明けました。母はもしそうと知っていたらこちらへ引っ越す時によくお礼を申し上げるのだったのにと僕に少し怒りました。下田くん、その時のお礼というのではありませんが、田舎へ来てから僕たちが幸せに暮らしている印に畑で採った落花生を少しばかり送ります。落花生はまたの名を地潜り豆とも言います。花が土の中に潜り込んでそこで実を結ぶからです。では下田くん、どうぞこの落花生をかみしめてください。そしてうまかったら僕のために喜んでください。なぜかというと僕もまた地潜り豆だからです。そしてこの地潜り豆はこれからますますうまい豆になるよう懸命に勉強します。手紙を膝にお母さんはじっと茶箪笥の上の金庫を見ました。お母さんにもよくわかりました。いつか和夫が貯金箱のお金を持ち出したことがありましたが、それはいじめっ子に言われたからではなく、お弁当のない友達にパンを買ってやるためだったのでした。その夜、おばあさん、お父さん、お母さん、それに姉の雅子を入れて一家5人、火鉢を囲んで落花生を食べました。落花生は殻付きのせいか、店で買ったものよりずっと香ばしくて、次から次へと手が出ます。やっぱり地潜り豆は素敵ね。雅子が大きな声で言いました。本当にね、とおばあさん。まったくだ、とお父さん。お母さんは笑っています。和夫も笑っていました。でも
和夫はなんだか今にも泣き出しそうです。それで和夫はまた慌てて落花生をつまみました。それは和夫にはちょうど新一の手のひらのような手触りに思えました。はい、ここまでです。もう寝たかな。ゆっくりおやすみなさい。いい夢見てね。